I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. こんにちは、ワイケです。前回のルームツアーの続きです。もしまだの方は前編も見てみてください。運転席、助手席、スライドドア周辺からギャレーまで来たので、次は車両後部へ行きます。ここには大きめの収納とクローゼットがあります。車から乗り降りせずに荷物を取り出せます。この車は商用バンがベースなので、スライドドアにしてもバックドアにしても開口部が広いです。季節の良い時には開放感を味わえていいですが、それ以外の時期は冷蔵庫と同じで、ドアの開閉が多いほど車内の冷暖房効率が悪くなります。なので荷物や必要なものの取り出しは外には出ず、車内で完結できるようにしています。キャンピングカーで旅をすると、北へ行ったり南へ行ったり山や海へ行ったり、行く先によって寒暖差が大きいことが多々あります。なので服なんかも幅広く気温差に対応できるものを積んでおくと、旅の途中でユニクロを探し回ったりしなくても済みます。収納が充実していれば荷物が多くても車内はすっきりしますが、収納が多いイコール居住空間が狭くなるということでもあるので、悩ましいところですが、うちの場合はこれぐらいのバランスでだいたい乗り切れている感じです。トイレについては必要派と不要派と分かれるところだと思うんですが、うちの場合はスペースを確保して設置しました。公共のトイレを使わせてもらえるときはそちらを利用しますが、トイレのあるところには不特定多数の人が集まりやすいということもあるので、コロナが落ち着けば良いですが、今は特にあってよかった装備になっています。このポータブルトイレは簡易水洗式で準備と後の処理が必要ですが、レジ袋と凝固剤で燃えるゴミとして捨てられる方法の動画も出しているので、気になる方はチェックしてみてください。
ソファーの上部の吊り棚はちょっと大きめに作っています。ソファーに座った時、普通に座ると頭がちょっと当たります。背筋を伸ばして座るか、だらっと座るか、どちらかを矯正してくる仕様です。居住空間と大きめの収納という相反する条件を両立するため、ベッドは固定式でなく展開式にしました。普段はソファー、就寝時はセミダブルサイズのベッドになります。最も苦労したこのマットレスですが、ニトリでも売っている厚さ10センチのセミダブルサイズのものを6つに切り分けて手縫いで加工しました。2週間ぐらい夜なべした記憶があります。苦労の甲斐もあって寝心地は最強だと思います。方法の詳細はブログを見てみてください。うん。